どうもー。ドーナツってもう大好きですよね。でも食べるたびに、また食べちゃった、なんて罪悪感に襲われたり、甘くてふわふわな誘惑と健康のこと、いつも天秤にかけてませんか？もし、その悩みを科学の力で解決できるとしたら、面白そうだと思いません？今日はただ我慢するんじゃなくて、ドーナツともっと賢く楽しく付き合う方法を一緒に見つけていきましょう。こう聞かれると、そんなのあるのって思いますよね。もちろん、好きなように食べるのが一番っていうのも真理です。でも、もしですよ。もし、体に余計な負担をかけずに、食べた後のあの嫌なだるさとか罪悪感なく、もっとスマートに楽しめる方法があるとしたら、ちょっと知りたくなりませんか？そうなんです。実は科学的な根拠にバッチリ基づいた賢い食べ方っていうのが存在するんですよ。これ、根性論とか我慢の話じゃ全くなくて、食べる種類、そして何より時間、これをちょっと選ぶだけで体への影響がガラッと変わるっていう、まさに目から鱗なアプローチなんです。さあ、その秘密を一緒に解き明かしていきましょう。では、ここから具体的に見ていきましょうか。ドーナツを賢く貯めるための最初のステップは、まず相手をよく知ること。そう、ドーナツの解剖学です。ドーナツって一体何でできているんでしょうね。そこから見ていきましょう。この言葉、今日のすっごく大事なポイントです。僕たち、ついついドーナツってひとまとめにしちゃいがちですけど、実はその種類によってカロリーも体への影響も全くの別物と考えていいくらい違うんですよ。ちょっとこの表見てみてください。結構衝撃じゃないですか？一番軽そうなフレンチクルーラーは約54キロカロリー。それに対してアンドーナツはなんと392キロカロリー。その差 2.5 倍以上ですよ。で、特に面白いのがオールドファッション。ゴツゴツした表面の割れ目。あれが実は調理中に油をたっぷり吸い込んじゃう原因になってるんです。見た目の素朴なイメージとは全然違いますよね。ここでドーナツに関する良いニュースとちょっと注意が必要なニュースをお伝えしますね。良いニュースは一時期すごく問題になったトランス脂肪酸。これはもう大手チェーンの努力のおかげで心配はほとんどいらなくなりました。ただ、やっぱり注意しなきゃいけないのは総カロリーと脂質の量。こっちが今僕たちが向き合うべき本当の課題ってことなんですね。さて、カロリーの話の次はもっとミクロな話。ドーナツを食べた直後、僕たちの体の中で起こっている目には見えないドラマ。そう、血糖値の問題にフォーカスしていきましょう。このサイクル、なんか身に覚えありません？例えば、お昼ご飯の後に襲ってくるどうしようもない眠気。あれこそがまさにこの血糖値スパイクの仕業なんです。ドーナツみたいに糖質が多いものを食べると、まず血糖値がぐーんと急上昇します。すると体は、やばいって慌ててインスリンを大量に出して血糖値を下げようとする。その結果、今度は逆に下がりすぎちゃって、脳がエネルギー不足に。これが集中力がなくなったり、またすぐ甘いものが欲しくなったりする悪循環の正体なんですね。じゃあ、ここでちょっと面白いクイズです。朝食の定番で、なんだかヘルシーなイメージすらあるプレーンベーグル。それと甘いドーナツ。どっちが血糖値を上げやすいと思いますか？答えは皆さんの予想を裏切るかもしれませんよ。なんと驚くことに、実はプレーンベーグルの方が血糖値を急上昇させやすいんです。これなんでかっていうと、ベーグルは炭水化物がぎゅっと凝縮された塊で、その量はドーナツの倍近くになることもあるから。一方で、ドーナツに含まれている脂肪分が実は糖の吸収を少しだけ緩やかにしてくれるという働きもあるんですね。ここから学べるのは、甘さと血糖値の上昇スピードは必ずしもイコールじゃないってことです。さて、体の話の次は脳の話に移りましょう。そもそもなんで僕たちはあんなにドーナツに引きつけられてしまうんでしょうか。その答えは僕たちの脳の中で起こっているある化学反応にあるんです。その犯人の名前はドーパミン。脳がうわー、これ最高のご褒美だって感じた時にドバッと出る快感物質ですね。そしてドーナツの砂糖と脂肪の黄金コンビ。これこそがこのドーパミンを大量放出させるためのいわば最強のスイッチなんです。
この強烈な快感がまた食べたいっていう愛がたい欲求の正体だったんですね。ただ、このご褒美システムにはちょっとした落とし穴があって、あまりにも頻繁にドーナツを食べ続けていると、脳がその強い刺激にだんだん慣れてきちゃうんです。すると、前と同じ満足感を得るためには、もっとたくさん食べないとダメになって、しまいには食べないとイライラする、なんていうちょっと怖い依存のサイクルに陥ってしまう危険もあるわけです。さあ、お待たせしました。ここからが本題です。ドーナツの正体、そして体や脳への影響、いろいろ分析してきましたよね。これを全部踏まえた上で、科学的根拠に基づいた、ドーナツを賢く楽しむための具体的な解決策、スマートドーナツプロトコルをご紹介します。このプロトコルの鍵を握っているのが BML1、B○1 っていう名前のタンパク質です。なんか難しそうに聞こえますけど、役割はすごくシンプル。体の中にいる脂肪蓄積マネージャーだと思ってください。このマネージャーが活発に働いている時に食べると脂肪になりやすい。逆にお休みしている時に食べれば脂肪ににくい。たったそれだけのことなんです。そして、このタイムラインが今日の話のハイライトかもしれません。サッチの脂肪蓄積マネージャー BML1 の活動が1日の中で一番少なくなる時間帯。つまり、食べたものが最も脂肪になりにくい魔法の時間帯があるんです。それが午後2時から3時の間。昔から言う3時のおやつって、実は科学的にもめちゃくちゃ理にかなったまさにゴールデンタイムだったんですね。逆に夜10時を過ぎてからのドーナツは、ご想像の通り、最も脂肪に直結しやすい時間帯ということになります。じゃあ次は量の話ですね。日本の厚生労働省なんかが、1日のおやつの目安はこれくらいがいいですよって言っている数字。それがこの200キロカロリーなんです。これが僕たちがドーナツを選ぶ上でのすごくわかりやすい基準になりますね。さあ、まとめです。これが今日からすぐ使えるスマートドーナツチェックリスト。まず何を200キロカロリー以下のものを選ぶ。次にいつ魔法の時間午後2時から3時に。どうやって空腹は避けてブラックコーヒーとかお茶と一緒に。頻度は毎日の習慣じゃなく週に1、2回のご褒美として。そして最後にちょっとしたテクニック。一口30回。よく噛むことを意識する。これだけ守ればドーナツとの付き合い方はもう劇的に変わるはずです。結局のところ、一番大切なのはこの考え方かもしれません。ドーナツ自体が悪いわけじゃない。罪はないんです。問題は僕たちがそれをどう選び、いつ、どんな風に食べるのか。そのちょっとした知性と、自分をコントロールする力。それこそがドーナツを最高の味方にしてくれる鍵なんですよね。さあ、これであなたもドーナツの賢い楽しみ方を知るいわばドーナツマスターです。次にドーナツを食べるとき、ぜひ今日の話をちらっと思い出してみてください。罪悪感に苛まれながらじゃなくて、ちゃんとした知識を持って最高のタイミングで最高に美味しく味わう。そんな新しいドーナツの楽しみ方がもうあなたの手の中にあるはずですよ。